皆さんこんにちは、うりです。そして新年明けましておめでとうございます。今日の動画は年が明ける前に本当は撮影をしたかった2025年のベストブックの紹介をしていきたいと思います。2025年もたくさん本を読んで合計で63冊私は本を1年間で読みました。その中でも特に印象に残ったお気に入りの作品を8作品紹介したいと思います。どれもとても素敵な作品なので、ぜひ今後の読書の参考にしていただけたらいいなと思っています。それではスタート。はい、まず1冊目がハン・ガンさんのすべての白いものたちのです。こちらは過去にノーベル文学賞を受賞した韓国人作家のハン・ガンさんの作品になります。で、こちらは2025年で多分一番最初に読んだ本だったんですけど、とっても印象に残ったというか、今まで読んだことのないような読み心地の本だったので、そういう点でもとても印象に残った本です。この本はこのタイトルにある通り、白いものに関連する65の物語が収録されています。一応これは小説に分類されるのかなとは思うんですが、小説というよりなんか詩のような散文的なような雰囲気もあったりして、どこまでが実体験でどこまでが物語なのかっていうのもちょっと曖昧な感じで書かれていたりとか、すごく不思議な雰囲気の本です。そんな不思議な雰囲気もまといつつ、一つ一つの文章がとっても綺麗で、すごく印象的で、これは何度も読んでじっくりと味わいたいような本だなと思いました。この文章の独特な空気感を表現されているこの翻訳者の斉藤真理子さんの役もとっても素敵だなと思います。私、海外の小説って結構翻訳チックな文章だとなかなか物語に入り込めなかったりするんですけど、この本は全くそんなことはなく、とても美しい言葉で紡がれている文章だったので、すごくそこも私の好みの文章になっていてとても良かったです。ハン・ガンさん気になっている方はぜひこの本から読んでみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、続いて2冊目は川上美恵子さんのすべて真夜中の恋人たちです。はい、私は去年一昨年かな、初めて川上美恵子さんの小説を読んで、それからというもの、川上さんの文章というか書く物語が大好きになって、出ている小説は全部読もうと追いかけている最中になります。そんな感じなので、この小説ももちろんとっても良かったです。お話としては、恋愛小説に分類されるような話になるんですけど、どちらかというと落ち着いた大人の恋愛。でもそこにも純粋さとか切実さとか、そういうのが詰まったお話で、静かだけどこう切なくて儚くて、胸が苦しくなる部分もあって、本当にたまらなくなるような小説でした。なんかままならない恋愛というか、始まる前から終わりを感じさせるような恋愛もあるんだなっていう、そういう切なさというか、ときめきがあって盛り上がりがあって楽しいだけの恋愛じゃない恋愛小説が読みたいっていう方にはぜひ読んでいただきたい作品です。で、今年こちらの作品は、映画化もされるということで、映画が公開されたらそっちも必ずチェックしたいなと思っています。おすすめです。はい、続いてがこちらの
キム・チョヨプさんの私たちが光の速さで進めないならです。はい、これもすごく好きな小説になりました。これは短編小説、短編集みたいな感じでいくつかの物語がここに収録されているんですが、このタイトルの物語はその中の一つになります。この作者さんは韓国の作家さんで、SF の物語を書かれているのかな。で、この本も SF っぽいようなちょっと不思議な感じの物語がいくつも収録されているものになります。で、私はあんまり SF 小説をたくさん読んでるようなタイプではないんですけど、そんな私でもすごく読みやすい文章でしたね。SF 小説だと設定が難しかったりとか、なかなかその物語の世界観に入り込めないっていうこともあったりするのかなと、 SF をあんまり読まない人はそういうのも結構多いのかなと思うんですが、これはそんなことはなく、そこまで難しい設定とかもないので、すんなりと世界観とかを受け入れられた気がしますし、その世界観もいいんですけど、結構感情の部分にもスポットが当たっていて、そこも私の今までの SF 小説のイメージとちょっと異なっていて、すごく気に入った部分です。文章の質感としては冷たくて静かでも優しいみたいな、本当に不思議な読み心地でした。この中で、この短編集なのでいくつか物語があって、その中でも私が気に入ったのがスペクトラムというタイトルのお話ですね。研究者の主人公が別の惑星に迷い込んで、そこで暮らす宇宙人と交流するみたいな、もう超ざっくり言うとそんな感じなんですけど、言葉も通じないし、種族も違う生き物と普通のコミュニケーションは取れないけど、心の中で通じ合う部分があるような表現がされていて、そこも不思議で温かくて、すごく惹かれる内容でした。ちょっと語彙力がないのであんまりうまく説明できてる気がしないんですが、とても良かったので、 SF 小説に挑戦してみたい人、韓国文学に挑戦してみたい人、ぜひこちらの本、読みやすいし面白いので手に取ってみてはいかがでしょうか。おすすめです。続いてがこちら、薬屋の独り言シリーズです。はい、今年の上半期、特に薬屋の独り言にハマりまして、最初はアニメ1期を見始めてすごく面白いなと思って見てたんですけど、もう続きが気になって仕方なくなってしまったので、そのまま原作のこの小説を買って最新刊まで全部読んだ作品になります。いわゆるライトノベルに分類される作品なんですが、そもそもライトノベルを読むのが私は中学生高校生以来とかだったんですけど、大人になってもハマれるもんだなって思いました。話の流れとしては、昔の中国をモチーフとした架空の国が舞台の作品になっていて、皇宮と呼ばれる帝がいて、たくさんのお妃たち、上級妃、中級妃、下級妃、あとは下女の女性たちがいるような、いわゆる日本でいう大奥みたいな場所ですね。そこを舞台とした物語になっていて、そこで起こるさまざまな事件をこの表紙にいるマオマオが謎解きをして事件を解決していくっていう流れですね。最初はそういう流れなんですが、だんだんと話の舞台が皇宮内部にとどまらず国全土、そして他国にまで及んでいって、かなり壮大な話になっていって、世界観の設定も細かくてすごく面白いし、
この他国との関係とか政治的な陰謀とかそういうのもすごく凝っていて、次々と読みたくなるような面白さがありました。このもう一人のジン氏っていう男の人がいるんですけど、この人とマオマオの関係性とかも結構目が離せないような関係性になっていって、そこも見どころの一つだと思います。今年また3期映画かな、アニメも続編をやるみたいなので、そちらも楽しみに、今後の展開も目が離せない作品になっています。続いてはこちら、夏目漱石の心です。これはね、もう教科書とかにも載っているほど、名作中の名作文学、知らない人はいないんじゃないかっていうくらい有名な作品ですが、ちゃんと前編を読んだことがなかったので、夏の文庫フェアで買って改めて読んでみたんですが、さすが名作というか、こんなに面白かったんだって思いました。面白いって言って、そんな楽しい話では全然ないんですけど、人間の心の複雑さというか、その心の葛藤とか、その自分自身の嫌な部分とか、向き合いたいけど向き合えないっていう矛盾とか、そういうもう本当にタイトルにある通り、人間の心の不可解さをもう存分に表している作品だと思います。この自分の中にある自己嫌悪とか自己愛とか、嫉妬心とか自尊心とか、善悪とかエゴとか、そういう生きる上でちょっと苦しみになるような感情の動きみたいなのをすごくこの作品を読んでると、自分と重なる部分もあったりして、改めて自分自身の心とも向き合うきっかけにもなった作品でした。チープな言葉ですけど、考えさせられる作品だったなって私は思います。これは間違いなく名作ですね。名作文学系読んでみたい方はぜひ夏目漱石の心を読んでみてもいいかなと思います。続いてこちら、島本理生さんの天使は見えないから描かないです。で、私島本理生さんの本を読むのは初だったんですが、これを最初に読んでよかったなって思いました。島本さんは恋愛小説のイメージがあって、これも恋愛小説に分類される物語ではあると思うんですが、いわゆる世の中的な普通の恋愛とは逆をいくような恋愛をする主人公のお話です。主人公の十和子は18歳年上の実の叔父と関係を持ってしまうみたいな話なんですね、ざっくり言うと。そこで結構抵抗感がある人はいると思うんですが、でもそういういわゆる普通じゃない自分との向き合う主人公の葛藤がすごく丁寧に描かれていて、恋愛小説的に見ても面白いし、そうじゃない普通とか正しさっていうところから逸脱してしまった自分と、その自分の本心と向き合う姿勢とか、どうやって普通じゃない自分と向き合っていくのかみたいなところの葛藤がすごく刺さったというか、で物語の設定からして結構ドロドロしてるのかなと思いきや、最後は割とスカッとするような終わり方だったので、いいなって、この終わり方結構好きだなって思いました。幸せ、何を幸せとするかとか、今ってもうそういうのじゃないよなみたいな、決まった幸せとかってもうないなって
思うので、そういう意味でもなんかいろんな生き方を肯定じゃないですけど、なんか自分の道を選んでいいんだなみたいな勇気みたいなものももらえたような気がします。本当に心の底から誰かと惹かれ合うみたいな関係性ってむしろ羨ましいなみたいな、そんな風にもこの物語を読んで思いました。ちょっと角度の違った恋愛小説読みたいっていう人にはぜひおすすめしたい一冊です。はい、続いては川上美恵子さんの黄色い家です。はい、先ほども川上さんの小説出てきたと思うんですが、今年は2冊ベストブックに入れさせてもらいました。これもめちゃくちゃ良かったです。というか私多分川上さんの作品が好きなんですよね。すごくどれも刺さるというか、物語も文章もすごい好きですね。本当に私の心にドンピシャにグッと迫ってくるような文章なのですごく好きです。で、この話は、帯にもあるんですけど、人はなぜ金に狂い罪を犯すのかということで、お金とか善悪とかそういう部分が一つのテーマになっているような小説なのかなと思います。ある主人公の女の子がふとしたことから知り合いの女性と疑似家族みたいな感じで暮らすという、そこで巻き起こるさまざまなことを物語にしたお話なんですが、この主人公の子は結構恵まれない家庭というか、金銭的にも苦しい家庭で育った女の子なんですけど、結構お金絡みでいろんな事件が起きたりする場面が何個かあって、そこで感情が爆発するような描写が割と何箇所かあるんですけど、そこがもうそこの感情がガーッと高ぶる感じの描写がすごいわかるというか、なんかこういうのあるよなっていう、そこの文章の力がすごくて、すごい語彙力ないんですけど、なんか川上さんってその感情が爆発するようなところのシーンの書き方がめちゃくちゃうまいなって思う作家さんでもあるので、そこも一個の私的見どころなのかなと思っています。そういう孤独とか怒りとかそういう感情がすごく色濃く出てる小説だなと思います。ちょっと一言で内容を表すのが難しいのでなんかうまく言えないんですけど、とりあえず読んでほしいです。分厚めではあるんですが、そんなことは気にならないくらいあっという間に読んでしまった作品になります。おすすめです。はい、そして最後がこちらの初谷むいさんの笑っちゃうほど遠くって光っちゃうほど近かったという短歌集です。なんかこのタイトルと表紙に惹かれて買ったんですけど、もうすごい良かったです。設定としては月から地球にやってきた女の子が地球で暮らした1年間を時系列で短歌にしたという一冊になります。月から来た女の子っていう、もうその設定からしてすごくキャッチーで可愛いんですけど、その独特の地球人じゃない、言っちゃえば宇宙人の女の子の感性で語られる日々の断片というか、そういうのがすごく可愛くて優しくてちょっと不思議で、そういう短歌が揃っていてすごく可愛くて好きな本だったなって思います。ちょっと切ないところもあったりして、でも優しくて、なんか読んでると心がちょっとふわふわするような、なんかふわふわして緩んで、でもちょっと胸がギュッとなるような、そんな素敵な本だったなって思います。
中身を紹介していいのか分かんないので、とりあえず帯にある短歌を読むんですが、私はあなたの地球になりたいということわざがあるの月には。あなたは時々近くにあるのに通ったことのない道みたいに笑う桜桃。これもすごくいい短歌ですよね。こういう感じの短歌が211首載っているようなので、短歌の本読んでみたいなっていう人はぜひこちらおすすめです。はい、ということでこちらの 8作品が今年私が読んだ本の中でのベストブックになります。はい、今年というか2025年もたくさん本を読んできて、いい出会いがたくさんあったので、引き続き2026年もたくさん本を読んで素敵な物語に出会っていきたいなと思っております。でね、その中でも良かった本とかおすすめしたい本があったら YouTube だったりインスタだったりでシェアしていきたいと思うので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。皆さんの2025年のベストブックもぜひ知りたいなって思うので、よかったらコメントでね教えていただけると嬉しいです。そして今年も本だったり生活の日々の記録だったりっていうのを Vlog にたくさん上げていきたいと思いますので、ぜひ今後とも Vlog 見ていただけたら嬉しいです。本年度もどうぞよろしくお願いします。それでは今日の動画はこの辺で。バイバーイ。